皆さんこんにちは。 MSTV チャレンジ男子キャスター5期生の古舘克樹です。本日は私楽しみにしておりましたこちらのドゥカティのディアベル V4 です。もともとドゥカティにもディアベルっていう車両があったんですけど、それが今までは2気筒 L ツインだったのが今回は V4 になって2023年に登場したということで、今日がですね、なんとこちらの車両は日本で初卸試乗できる機会ということらしいので、早速乗ってきました。まずはポジションから見てみましょう。ではポジションですが、私身長183センチあります。両足べったりですね。一応シート高をお伝えしておくと、シート高は 790mm、まあ一般的なネイキッドとかの、250cc クラスとあまり大差ないシート高の高さなんじゃないかなと思いますが、やっぱりねこの辺のボリューム感があるのと、シートもねちょっとねボリュームを感じる。ここはものすごくギュッと絞り込まれてるんですけど、後ろに行くにつれてやっぱりね広がっている部分があるので、かなり前の方に座らないと足つきはちょっと人によっては悪く感じるかもしれないです。後ろの方にやっぱりこういったクルーザータイプだったらゆったり座りたいので、後ろの方に腰掛けたいと思うんですけど、そうすると太ももの裏側に出っ張った部分が若干当たってしまうので、足つきはまあほどほどかな。あまりいいクルーザーにしてはあまりいいとは言えないかなというふうに思います。ハンドル、手伸ばした位置、そして足のポジションですけれども、足のポジションはネイキッドだったらまあ多分この辺に来ると思うんですよ。この辺りにステップがあって、それがまあ、少しは前に出てきてるかな。やっぱりクルーザーなだけあって少しフォワード気味な位置にあるかなと。手伸ばす位置もですね、ちょっとだけ前傾姿勢取れるぐらい若干遠いかなというふうに、この辺にあったらもっと背筋が伸びるぐらいなんですけど、ちょっとそれを前に、背中が軽く丸まるぐらいの位置に、ハンドルが来ているんじゃないかなと。だけどねハンドルの幅はそこまで広くは感じないかなと。若干、普段 SS とか普通のネイキッドとか乗ってる方からしたら広く感じるかもしれないですけれども、クルーザーにしてはあんまり広くは感じないかなというふうに思います。やっぱりねこのボディ自体がここの幅が大きいのもあるので、ハンドルがこの辺にあったとしてもそこまで広い印象を受けないのかなというふうに思います。メーター周りというかここの視界なんですけれども、ハンドルがもともと出てくる場所がトップブリッジからではなくて、そこのさらに何ていうんだ、ここマウントされてるところから手前側にこう伸びるように、普通バーハンドルだったらここから、上にこう攻めて上がるぐらいの曲がりだと思うんですけど、手前にこう上がってくるんですよね。それがなんかここ面白い形状をしてるなというふうに思いました。今回のディアベル V4 ですけれども、もちろんスマートキーになっているので、これを持っていれば、電源ボタン、ここにロックのボタンがあるので押すと電源が入ります。ドゥカティディアベル V4 と表示されて、あとはセルを回せばエンジンがかかります。これ V4 なんで4気筒のエンジンなんですけど、聞こえてくる音がすごいドコドコ感があるんですよね。もう一発一発がしっかりと鼓動している感じが、聞いて取れます。それがなんでかなって思ったら、後ろのポイントはこれですよね。これマフラーエンドがもう4本出しになって出てきてる。だからこう煽った時とかもすごいドド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 って振動しているように感じました。エンジンはね V 型4気筒、ドゥカティの V 型4気筒乗るのは私実は初めてだったんですけど、トルクの出方かな。2気筒だったら一回エンジン止めますね。
普段自分の愛車もドゥカティの L 型2気筒の空冷のエンジンなんですけど、空冷だからなのかね、低速ですごくドンと一気に前に出るような加速感があるんですけど、 V4 になるとね、ちょっと回してからそのテンポが空冷のちょっと前のドゥカティの2気筒と比べると、前にドンと出る感覚がワンテンポぐらい遅いかなというふうに。だけどその分水冷で上までよく回るので、これを高速をクルージングするにはすごく、楽なんじゃないかなと、ドゥカティが提案する新しいクルーザーの形として生まれた、ディアベルですので、本当に高速、楽なんじゃないかなと思います。車重の、感じ方ですけども、こう起こしてくるときは別に重くはないですよね。車両重量が236キロということで、ドゥカティといえばやはり皆さん想像するのが、パニガーレとかそういうスポーツバイクの形したもので200キロを切る勢いの、スポーツモデルを想像されるかと思うんですけども、それと比べるとやっぱり、車重の重さっていうのは感じますが、デザインですよね。真正面から見た時のこのボリューム感、このダクトだったりヘッドライトも十分すぎるほど大きいですし、もうフロントフォークだって、アウターはこれぐらい太いとしてインナーがもうこんだけぶっといチューブになっている、もうマッスルバイクですよね。後ろからもちょっと見てみましょうか。なんとですね、このディアベル V4、履いているリアタイヤのサイズが240ということで、もう手のひら以上に大きいです。240となると、もうこれさすがに端っこまで使い切るっていうのは難しくなってくるんじゃないかなと思います。あとデザイン面でいうと、4本出しのここのマフラーもすごく特徴的ですけど、これタンデムステップが格納式、ここでちょこんと先っぽだけが折れるんじゃなくて、ここまで隠してしまう。これによって生み出される、なんていうんですかね、シート周りの一体感流れるようなデザインっていうのが、やっぱりそこはもうイタリアのメーカーのこだわりなんじゃないかなというふうに思います。あとハンドリングで言えば、車重の重さは感じるんだけど、コーナリング時に怖いっていう風にあんまり思わなかったかな。逆にU ターンなんかする時っていうのは車重重いと結構恐るやらなきゃいけないかなという風に思うんですけれども、230キロの車体でありながら、十分なハンドルの切れ角もありますし、フロントにかかる重さっていうのがそこまで感じなかったかなというふうに思います。よくアドベンチャーの大きいバイクだったらフロントがすごく重くて、ちょっと車重のその重心の位置も高いから、ちょっとでも傾けたらバランス崩れそうっていうのが、このバイクだともう下に結構重心が集まっているので、そうした U ターンの時も、心配なく曲がれるんじゃないかなと。あとやっぱり足つきが 790mm ということで比較的いい方っていうこともあるので、安心して、U ターンなんかもできるんじゃないかなと思います。あとこちらのバイク、さまざまな機能ついております。デイタイムランニングライトであったり、モードの切り替え、クルーズコントロール、グリップヒーターは見たところなさそうですが、これだけの装備があれば高速クルージングなんかはとても快適に、いけるんじゃないでしょうか。上下のクイックシフターもついているので、街中スポーティーに走りたいっていうところ、すごく、気持ちよく走れるんじゃないでしょうか。改めてちょっとスペックの方を紹介しておきます。エンジンは水冷4ストローク V 型の4気筒、総排気量は 1158cc、 最高出力は168馬力、最大トルクは126ニュートンメーター、燃料タンクの容量は20リッター、そして車両重量は236キロ。気になる価格ですけれども、こちら299万9000円からとなっております。
いやー、もともとドゥカティのディアベル乗ってみたさはあったので、今日初めてこの V4 になってからっていうのがまたちょっとあれだったんですけど、乗ることができてすごく良かったですね。やっぱりね、このバイクどんな人におすすめするのかって言ったら、長距離をダーッとずっと走るっていうよりかは、もうこのマッスルバイクどうだって見せつけながら街乗りをしちゃうっていうところ、そこに贅沢さを感じたい人、今自分贅沢したいんだっていうのをすごい長距離ではなく短距離をこいつを使って走ることによって得られると思うので、そうした楽しみができる方、ちょっと先のわざわざ、何十キロも何百キロも先のカフェに行ってコーヒーを飲むとかではなくて、もう数キロ先のカフェにこいつで乗り付けていって、自分のこの巨大な重厚感のあるデザインかっこいいなって思いながらコーヒーを飲んで、エスプレッソ、カプチーノなんかを飲みながら、一息つくっていうのがこのバイクの、楽しみ方の一つにあるんじゃないかなというふうに、私古舘乗ってみて思いました。今後また乗る機会があったらですね、そうした楽しみ方もしつつ、やっぱり、長距離の性能でどれだけ、体の負担が少ないのかとか、そういったテストもしていきたいというふうに思います。そんなところで本日はこちらドゥカティのディアベル V4、2023年になって登場したディアベル V4、5月から、発売されるということですので、気になった方はぜひまずはディーラーの方でチェックしてみてください。そんなところで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは今日はこの辺でさよなら。今日もご視聴誠にありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスターを募集しております。また MSTV 制作委員会へのご参加もお待ちしております。